はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。タン塩、塩タン、皆さんの地域はどっちの呼び方が馴染みがありますか？ということで今回はタン塩が食べたい1ヶ月熟成させて究極のタン塩を作ります。それでは早速やっていきましょう。ペローン。こうやって改めて見てみると、牛の舌って表面がかなりザラザラしています。今家で猫飼ってて、猫の舌もザラザラしていますが、牛の舌とは比べ物になりません。これでずっと舐められたら怪我しそうです。ということで今回はこの牛の舌、タンを1ヶ月熟成させます。前回やった味の素熟成の時に何もしていない牛タンが美味しくなることが分かりました。牛タンは皮があることで味の素などの成分が浸透しにくいのかもしれません。ということで今回は以前お肉の熟成でもやった塩を使ってお肉を熟成させます。お肉でやった際は塩が染みすぎてそのままだと食べられないくらいに塩が浸透していました。今回は皮があることでちょうどいい染み具合になる気がします。今回使う塩はこちらです。博多の塩です。このフレーズは聞いたことある人も多いと思います。そして博多の塩を博多の塩だと思ってる人もいるのではないでしょうか。実は昔自分も博多の塩だと思っていました。なので博多の塩は福岡県で製造されているのではなく、愛媛県松山市の博多塩業が博多島などで製造している塩です。メキシコやオーストラリアから輸入した天然塩田塩を海水で溶解し、その後再度結晶化させて塩を作っているそうです。商品名の博多の塩は博多で作られた塩という意味ではなく、博多の塩田を復活させたいという思いから作られたそうです。昔トリビアの泉という番組で博多の塩はメキシコ産というトリビアがあったのを思い出しました。メキシコ生まれ博多育ちだったというパワーワードが子供ながらに覚えています。ですが農林水産省のガイドラインにその商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国内の地域が原産地となりますとあるので、博多の塩の原産地は日本です。お肉も海外から輸入して日本で育てた期間が長ければ国産になるので仕組みは同じですね。それではバットに布巾を敷いてその上に塩を敷きます。その上にタンを置いて塩で全体を覆っていきます。全体を塩で覆えたら布巾で全体を包んでタコ糸で縛ります。あとは冷蔵庫で吊るして1ヶ月待てば完成です。それでは1ヶ月後どんな感じか楽しみです。2021年から2022年をまたいでの登場です。見た感じはドリップが出て布巾の色が変わっています。取り出して確認してみましょう。そこまで変化はありませんが、よく見てみると味の素の時のように少し塩が飛び出てきています。布巾はパリパリで硬くなっています。それでは取り出してみましょう。見た目は干し芋ですね。あまりいい色ではありません。全体として締まって硬くなっていますが、ところどころ柔らかさがあります。中がどんな変化があるのか楽しみです。それではカットしてみましょう。皮の付近と端した部分が色が濃くなっています。中心部分は綺麗なピンク色をしています。それでは周りをトリミングしてカットしていきます。切っている感じはかなりしっとりとしていて身が締まっています。それではカットし終わったので食べてみましょう。いただきます。今日はカンナビアビールを飲んでいます。見た目は陽気なラスタカラーです。ジャマイカとかのビールかと思いきや実はドイツのビールです。1996年に誕生し無農薬の麦芽、ホップ、ヘンプを使って作られたオーガニックビールで、ヘンプを使ったビールは当時世界初でした。色は黄金色で味は独特の甘さがあり苦味は少なく、副原料などでトウモロコシを使ったビールなどに近い味わいです。どことなく青っぽさがあり好みは分かれそうなビールです。それではタンを焼いていきましょう。見た目はめちゃくちゃ美味しそうです。ちなみに一般的に食塩と呼ばれる塩は生成塩と呼ばれる海水からミネラルを取り除いたもので、粗塩は自然塩や天然塩と呼ばれる海水のミネラルを残したままにする塩です。焼けたので食べてみます。塩気はありますが以前の熟成肉の時のように食べられないような塩辛さではないです。少し塩気は強めですが薄切りで焼いて食べるなら問題ないです。しっとりとしていてギュッと締まった感じがあり何もつけていませんが噛むごとに旨味があります。塩の効果すごいです。塩分の濃度が濃い状態なら肉が腐らないのかもしれません。皮がついていることで適度に塩気が伝わったのも良かったのかもしれません。タン先の方はより塩気が強いです。少し調整が必要そうです。ネギと一緒に食べたりサンチュとかで巻いて食べたりするならこれくらいの塩気もいいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。塩タン熟成いかがでしたか？タンの可能性はまだまだありそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。